こんにちは。今日はキャンドル制作で必要な色をつけるための顔料と染料について解説します。ワックスの種類で紹介したように、ワックス自体は白や透明です。着色するには顔料や染料を使う必要があります。それぞれに特徴と注意点があるので確認しましょう。キャンドルの基礎知識。顔料と染料。キャンドルの色付けには、キャンドル専用の顔料や染料を使います。それぞれに特徴があります。特徴を理解して用途に応じて使い分けてみてください。顔料は発色がとても良く、染料は色の透明感など、それぞれに特徴があります。ここから顔料と染料についてそれぞれ解説していきます。キャンドル専用顔料。キャンドルの色付けとして最もポピュラーなのがキャンドル専用の顔料です。色の種類が豊富で綺麗な発色が魅力です。海外製と日本製で色の濃さや添加量が変わるので注意が必要です。海外製と日本製を見てみましょう。海外製のキャンドル顔料は主にドイツやアメリカが多いです。顔料の発色の良さが日本の顔料よりも強いのが特徴です。色の種類も日本製の顔料に比べるとはるかに多いです。ただ、色についている名前は各販売サイトによって異なるため、同じピンク色でも全然違う色が届くことがあります。また、今見ている顔料本体の粒状の色と溶かした時の色はかなり違うものもあるので、溶かしながら研究していくことが必要です。顔料の形状は大きなフレーク状だったり、細かいフレーク状だったり、または粒状だったりとバラバラです。ここに並べたのはオーソドックスな色ですが、これの何倍もたくさんの種類があります。日本製の顔料は粉の質がとても細かく、すごく溶けやすいのが特徴です。顔料本体の粉末の色が完成したキャンドルと近いのも海外製との違いです。海外製とは違い、色の種類がそこまで多くありませんが、色と色が調合しやすく、混ざった時の色合いがとても綺麗です。通常の顔料以外に日本製、海外製ともにもっと発色の良い蛍光の顔料もあります。顔料の特徴と注意点。まず顔料の特徴から説明します。まず顔料の最大の特徴は色の種類が豊富なところです。海外製も含めると本当にたくさんの色があります。そして色の発色が良い。色の発色の良さも顔料の特徴の一つです。そして形状が粉状だったりフレーク状だったりするので、色の濃さの調節がとてもしやすいです。また長期間飾っておいても色が抜けにくく、退色しにくい部分も顔料のメリットと言えます。それでは顔料を使う上で注意する点を説明します。顔料は水や油に溶けないため、色粉が残りやすくダマになりやすい点が注意です。入れすぎると目詰まりを起こし燃えなくなります。顔料は必要以上に入れると芯に詰まります。それがろうを吸い上げる際の障害になり、炎がうまく燃えないことや
すすが発生するなど不完全燃焼の原因になります。この図のように顔料を入れれば入れるほど炎が小さくなり燃えづらくなっていきます。顔料を入れれる上限の目安は海外製と日本製によって異なりますが、海外製は 0.1 から 0.2% 程度、日本製の顔料でも 1% ぐらいが目安です。また、顔料を入れる温度にもポイントがあります。パラフィンワックスは80度から90度が目安です。100度ぐらいの方がよく溶けるようなイメージがあるかもしれませんが、実は80度ぐらいが一番よく溶けます。100度以上になってしまうと粉が残ったり色が変わってしまったりすることがあるので、十分温度に注意して入れてください。染料の特徴と注意点。染料の特徴。水や油に溶ける水溶性の染料の一番の魅力は溶けやすさです。顔料のように入れすぎによる芯の目詰まりや燃焼への影響はほとんどありません。液体のものや固形のもの、形状はいろいろありますが、色の彩度は顔料の方が高く鮮やかです。また、染料を使って色付けしたキャンドルは日光などで退色しやすいので注意が必要です。染料をワックスに溶かす温度は顔料ほどの決まりはありません。目安としてパラフィンワックスに70度から90度の時に溶かすといいでしょう。また、添加する量も特に上限が決まっていません。このように一滴でもすごく濃い色がつくので、たくさん入れる必要はないです。染料の特徴の一つに色の透明感があります。また、一滴でもすごく色が濃くつくので、濃い色を作るときにはとても便利です。また、油や水に混ざりやすい性質があるため、ワックスにとてもよく溶けます。そしてダマになりにくいです。染料の注意点。色の調整がしにくい。一般的な染料はこのように液体でスポイト状になっています。300g のろうに1滴で十分色がつくので、入れすぎに注意が必要です。色の調整をしたいときは竹串の先につけて少しずつ入れるといいでしょう。顔料のように粉末状やフレーク状ではないのですが、キューブ状の染料があります。その場合はカッターで細かくすることにより色の調節がしやすくなります。クリアな透明感を生かしたゼリーワックスの作品を作る場合は、染料での着色がおすすめです。色移りしやすく退色しやすい。染料の特徴の一つに色移りのしやすさがあります。出来上がったキャンドルを棚などに飾っておくと、下の部分に色が染み込んでしまう場合があります。また、太陽の光で色が薄くなってしまう部分も注意点の一つです。長くインテリアとして飾るキャンドルを作る場合は、顔料での色付けがおすすめです。よくある質問の一つ、クレヨンで色付けはできるの？キャンドル作りのアイデアを公開している様々なサイトでも、クレヨンで色付けする方法を紹介されています。クレヨンも着色としては使えますが、あくまで身近な素材を使った代用品としての意味合いが強く、キャンドル用の顔料ではありません。クレヨンは粒子が粗く、芯の目詰まりが起きやすいので、あまりおすすめはしません。今日はキャンドルの着色の顔料と染料について説明しました。キャンドル作りの魅力の一つに、好きなように色がつけれるということがあります。
絵の具のように好きなように自由自在に色を混ぜれるのは本当に楽しいです。私はキャンドルの色付けがとても大好きで、作り始めた頃から自分で顔料を取り寄せたり、これ以外にもたくさん、実は引き出し2つ分ほど顔料があります。10年経った今でも顔料の調合が大好きですし、カラフルな色をもっともっと研究したいと思っています。今日は顔料と染料について説明しました。本日もありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。